皆さん、旅行に持っていく街歩き用のバッグってどんな風に決めていますでしょうか？今日は私がこの数年間ずっと実践している旅行の街歩き用バッグは複数持っていこうというお話をしたいと思います。一つに絞らず何個かバッグを持つその理由や、実際にどのバッグを持っていっているのか、あとはバッグの選び方などお話しします。ポッドキャストのような感覚でゆるーくお聞きください。旅行って皆さん大体荷物をなるべく減らす努力をすると思います。その中でどうして私が街歩き用のバッグをわざわざ何個か持っていくかと言いますと、いくつか理由がありまして、一番の理由は肩こりです。旅行に行く時って大体両手が空いて動きやすいように、あとは防犯の観点から斜め掛けのバッグを選ぶ方が多いと思うんですけど、大体20代後半あたりからバッグを斜め掛けして観光していると、とにかく肩が凝るようになったんですよね。なんか靴もずっと同じで、スニーカーとか履いていると足が疲れてきてサンダルが履きたくなることとかあると思うんですけど、バッグも同じで、ずっと斜め掛けをして疲れたら手持ちのハンドバッグとかリュックに変えて過ごすようにすると、体の負担が分散されてリフレッシュできます。そして2つ目の理由が、行き先によって持っていく荷物が変わるということです。旅行中おしゃれなカフェ巡りをする日もあれば、またある日は車で数時間移動して遠くまで日帰りツアーに行くなんてこともあります。街中のカフェに行く時と丸一日遠出する日では持っていく荷物の内容も変わりますよね。そして3つ目の理由が、やはり行き先によってマッチするファッションが変わるということです。今話したように日帰りツアーで遠出する時なんかは動きやすい格好で、そしておしゃれなカフェに行く時はちょっと自分もおしゃれして雰囲気を楽しんだり写真を撮ったりしたいですよね。そこでそれぞれのアクティビティに合ったファッションやバッグを旅先でコーディネートできれば、旅行もよりエンジョイできると思います。ちなみに1泊2日とかの短い日程だと、私もさすがに1つしかバッグは持っていかないのですが、だいたい3、4泊以上になると最低でも2つは持っていくようにしています。次に旅行で割と皆さんが持っていきそうなバッグのタイプをいくつかピックアップして、それぞれメリット、デメリット解剖していきたいと思います。今回ピックアップしたのがスリングバッグ、ボディバッグとも言います。あと斜め掛けバッグ、リュック、手持ちタイプのハンドバッグになります。まずはスリングバッグです。ボディバッグとも呼ばれると思います。背負うと上半身に密着するので、防犯面が気になる海外旅行なんか特にぴったりです。そして体にフィットさせて使うので、動きやすいのに加えて体の負担も軽めだと思います。一方でこのスリングバッグ、ものによっては片方の肩にしかかけられないという落とし穴があります。私のこのスリングバッグは、このバッグを体の前に持ちたいときはこっち側の肩でしか背負うことができないんです。反対側の肩で背負うとバッグが背中の方に行ってしまいます。スリングバッグをこれから購入しようと考えている人は、左右両肩で背負えそうかとか、あるいは自分は片側の肩だけかければいいかとか確認された方が良いと思います。あとこのタイプのバッグは結構旅行用とか防犯に特化したタイプが多くて、カジュアルな雰囲気に傾きがちなので、高級レストランとか行くときにはちょっとミスマッチになってしまう可能性があります。次が斜め掛けバッグです。観光で使うバッグの定番だと思います。両方の肩にかけられて、両手も空いて、そして防犯面も安心ですよね。ただこの斜め掛けのバッグも私は万能ではないなと思っていまして、まず荷物が多くなるとやっぱり肩が凝りますよね。そしてこのぐらいのサイズのバッグだったらそんなこともないんですが、大きな斜め掛けのバッグだと荷物をたくさん入れてパンパンになると、すごいバッグが大きくなっちゃって、肩からかけると歩くたんびにバッグがビヨンビヨンって前後に揺れて、なんかブランコみたいになってしまうんですよね。やっぱり斜め掛けのバッグは旅行の定番ではありますが、一つのバッグだけに絞るとなかなか使いづらい場面が出てきます。そして次がリュックです。リュックはだいたい斜め掛けのバッグよりも荷物がたくさん入って、両方の肩で背負うので、荷物が多くなっても肩の負担は軽めですよね。旅行でリュックを背負うという人も結構多いと思いますが、防犯面ではリュックは自分が見えていない背中に荷物があるので、スリとかちょっと心配になります。
そして財布とかティッシュとかいちいち取り出すのが少し面倒でもあります。最後が手持ちのハンドバッグです。旅行の街歩き用で手持ちタイプのバッグってあんまり選択肢に入ってこないかもしれませんが、自由に右手左手と持ち帰ることができて、体の負担が意外に少ないと思います。そして荷物もすぐ取り出すことができて楽ですよね。でも防犯面ではすぐ体から離れてしまうので、強盗のリスクとかはちょっと心配になります。あとは小さい子供がいると両手が開かないのでちょっと動きづらいなと思います。ここまで各タイプのバッグの特徴を話してきましたが、じゃあ実際に旅行ではどれとどれを持って行っているのか、滞在日数別に一例を紹介したいと思います。ちなみに私がよく行く旅行先は、昼間はもちろん夜も割と外を歩けるような場所になります。一人で外を歩くなとか言われるような冒険レベル高めの行き先へ行く方にはあんまり参考にならないと思いますので、そこだけご了承ください。あとはどの旅行でも紹介するバッグとは別にエコバッグを持って行っています。まず 3,4 泊の海外旅行の場合、理想のバッグの数は2つです。1つは別の動画で何度か紹介したロンシャンのルプリアージュの S サイズに自分でストラップをつけたもの、もしくはこちらのスリングバッグです。このスリングバッグはキャンベレというアメリカのブランドのものになります。旅行先がもし都市部だったらロンシャンで、もし自然豊かな場所だったらこちらのグリーンのスリングバッグを持っていきます。そしてもう一つがエルベシャプリエのミニショルダーバッグです。ずっと大きめのバッグを持ち歩いていると疲れてしまうので、ホテルの近くとか朝ごはんを食べに行くだけとかなら、こういった小さな軽いバッグを使って身軽に過ごします。気分によってはこのエルベシャプリエに貴重品だけ入れて、あと残りの荷物をエコバッグに入れて持ち歩いたりと2個持ちもできます。次に5泊から1週間くらいの長めの海外旅行の場合は、先ほどよりも1つバッグを増やして3つ持っていきます。先ほど紹介したロンシャンもしくはスリングバッグ、そしてエルベシャプリエのミニショルダーに、あともう1つはリュックを足します。長めの旅行だと日本国内からの移動も長距離になることが多いので、基本は移動の時にリュックを背負って飛行機に乗ります。そして長期の旅行だと旅行中も結構日帰りツアーで遠くまで行くという状況も出てくるので、そういう時に荷物をたくさん入れられるリュックがあると安心です。ちなみに日本国内の旅行だったら行き先にもよりますが、私は普段休日とかに使うような気持ち大きめのバッグをそのまま持つことが多いです。ただ行き先にもよると思います。山寺の階段を上りに行くとかだとさすがにリュックですが、京都の伏見稲荷だったら普通のハンドバッグで行くと思います。次に複数のバッグを持っていきながら、いかに荷物を軽くするかだとか、あとはどんなバッグがあると便利なのというバッグ選びのコツをお話ししたいと思います。まず荷物を軽くするためのコツですが、やっぱり軽いバッグとか折りたためるバッグをスーツケースに入れて、大きかったりかさばりやすいバッグは移動の時に使います。バッグを複数持つという話をしている時点で荷物を減らしたいというのはちょっと矛盾しているんですが、バッグのせいで荷物の重量が増えたりお土産が入らないってなると残念なので、やはりロンシャンのようなナイロンでできていて軽くてかさばりづらいバッグを選ぶと良いと思います。オリジナルのシリーズであれば小さく畳むこともできるので、やっぱり旅行にぴったりだと思います。ちなみに革のバッグも最近は軽いものがありますが、やっぱり布のバッグと比べるとかさばるし重量もあるし、あとは型崩れも心配になるので、個人的にはあんまりおすすめしません。そして大きめのリュックを旅行に持っていくときはやはりそれを背負って移動しています。そして私の結論、どんなバッグが旅行で活躍するのかという話ですが、街歩きバッグ選びで大事なポイントは、一つはデザインが気に入っていること、そしてもう一つが斜め掛けや肩掛けもしくは手持ちなど複数の持ち方ができること、この2点です。せっかくの旅行、まずは自分が気に入っているデザインのバッグを持つことが大事だと思います。バッグに限らず服でもアクセサリーでもお気に入りのものを身につけると気分も良くなりますよね。しかも旅行に行ったら写真もたくさん撮りますよね。あんまり高価なピカピカのバッグはおすすめしませんが、デザインもバッグを選ぶときに重視した方がいいと思います。そして斜め掛け、肩掛け、手持ちとか複数の持ち方ができるバッグは旅行先ではやはり活躍します。
この話をするとやはり私のロンシャンのバッグが登場するのですが、このロンシャンのバッグは普段は斜め掛けで使って、そして肩が凝ってきたなという時には手持ちができるし、あとレストランへディナーへ行くなんていう時はストラップを外してよそ行きの使用にもできるので万能です。逆に私がバッグ選びの時に重視していないというか、バッグへ求めていないのがまずポケットの数です。バッグのポケットが多ければ多いほど旅行で便利そうなイメージがありますが、私は何度もポケットで困ってきてまして、というのはズボラな人がポケットがたくさんあるバッグを使うと、もうどのポケットに何が入っているのかわからなくなって、何を取り出すにもポケットを全部開けて探すことになってしまうんですよね。荷物の仕切りは今はバッグインバッグがたくさん売られているし、あとはポーチで荷物を仕分けるとか後からいろいろできるので、あんまり重視はしていないです。そしてもう一つが旅行で必ず気になる防犯面です。楽しい旅をするにはまず身の安全があってこそですが、バッグはとりあえずチャックがあってしっかり閉まればまず OK としています。バッグが高性能なら防犯できるのかというと、それは私は違うと思っていて、バッグよりも大事なのが服装とか仕草とか全体的に周りから浮かないことだと考えています。特に海外だと日本の街中にいるような気合の入ったおしゃれをすると、良くも悪くも目立ってしまって、よそから来た人だと一目でバレてしまいます。あとはリゾート地に行って観光客はカラフルなリゾートワンピースに麦わらの大きな帽子とかかぶってても、地元の人はシンプルな格好をしているようなケース結構あると思います。観光客だと一目でわかる格好で道に迷って iPhone を見ながらうろうろしていたりすると、いくらバッグだけ高性能でもすぐに悪い人たちの標的になってしまいますよね。まずはチャックで口が閉まるものを選んで、その上でまだ心配だったらさらにフックとか鍵をつけたり、あとはバッグをしっかり抱えて目を離さないようにするとか気をつけることが大事かなと思います。以上になります。皆さんは旅行にバッグ何個持っていきますか？使い分けのアイディアなどもコメントで教えてもらえると嬉しいです。このチャンネルでは年に数度の旅行を糧に日常を生き延びている私が、旅にまつわる情報やパッキングのコツ、あとは旅行の Vlog など発信しています。私と同じように頻繁には旅行へ行けないけど、常に次の旅行のことを考えながら日常を過ごしたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またね。